Hello everyone! Welcome to my channel. This is Shun. ということで、本日の動画はですね、今アイルランド留学を考えている人で、ホームステイ以外の選択をしようと思っている人向けの動画になります。アイルランド留学結構マイナーで、すごいいいところもあるんですけれども、一つ本当に注意しなければいけない点がありますので、今日はそれについて語っていこうかなというふうに思います。それでは行きましょう。はい、ということで本編に入っていきたいと思います。で、まず何を注意すべきかなんですけれども、アイルランド留学、僕的に3ヶ月経って一番注意しないといけないことは、家探しです、ズバリ。間違いなくこれは家探しなんです。で、今日は本当は、留学生向けの、インタビューを、いつも土曜日は撮ろうと思ってて、あげようと思ってたんですけれども、今日はちょっと、急遽こちらの動画に切り替えました。で、なんでかっていうと、ここからね、さらにヨーロッパとかアメリカ、ブラジルなどは夏休みの期間に入りますので、アイルランドに留学する方が、どんどん増えてきています。今の現状で。で、実際多分、日本からも夏休みを使ってアイルランドに留学に来られる方であったりとか、9月から大学を休学して、こちらに来られるっていう方もいると思うんですけれども、そこで本当に注意してほしいのが家問題です。アイルランドの家問題。本当に、これは深刻です。で、僕の友達も、もう3ヶ月ぐらいね、家を探しているっていう状態なんですよ。で、アイルランドの家探しって、どういう風に行われてるかっていうと、日本とはまた少し違ってですね、日本はやっぱり不動産屋さんに行って、大家さんと普通に契約をしてもらうっていう形だと思うんですけれども、こちらは不動産屋ではなく、大家さんと直接取引をするという状態になります。で、ここで、詐欺とかいうのも非常に多くてですね、鍵をもらうまで本当に安心できないんですよ。だからお金を払って、鍵渡されずに持ち逃げされるっていうパターンも非常に多いので、そこは本当に注意してほしいです。で、ここからは留学のプランについてお話しさせていただくんですけれども、僕は6ヶ月のホームステイをして、そこからは自由に選べるよっていう形の、プランを取りました。で、僕も最初、事前に、シェアハウスとかしたいなっていう風に思ってたんですけども、一応最初1年間ね、留学する予定だったので、ホームステイ6ヶ月、シェアハウス6ヶ月、で、その間に家適当に探すとすぐ見つかるやろぐらいの感覚でいたんですよ。でも、実際本当にそんなものではなくてですね、やっぱり家探しが本当に大変です。で、6ヶ月とかで、留学しようと考えている方で、結構最初の1ヶ月だけホームステイをして、残り5ヶ月自分で家を探して、家を探して住んでそこで留学生活を楽しみたいっていう方、おられると思うんですけれども、僕はこのプランはおすすめしないです。なぜかというと、1ヶ月ではよほど運が良くない限り家が見つかりません。で、1ヶ月っていう契約をしてしまうと、その後は自力でね、家を探さないともちろんいけないわけじゃないですか。でも見つからなくなると今度家がなくなっちゃうんですよ。家がなくなるってことは、ホームレスですよね。ホームレスにはさすがにならないとは思うんですけれども、次の、ホームステイ探しをするのに高額なお金がかかってしまいます。なので、僕がおすすめするのは2ヶ月か3ヶ月。3ヶ月は僕は必要かなって、3ヶ月あれば安心かなというふうに思うんですけれども、3ヶ月ぐらいのホームステイをしてから次の家を探すっていうプランを、これアイルランド限定ですね。アイルランド限定で、僕はおすすめさせていただきたいなというふうに思います。で、ホームステイですごい得られること多いんですよ。もちろん、シェアハウス、するメリットもたくさんあります。もちろん海外の、海外の人と触れて、同じ共同生活をすることで英語力って向上もちろんすると思うんですけれども、ホームステイでももちろん向上します。なぜかというと、ホームステイの基本的な、主人さんですね。ホームステイの家族っていうのは絶対ネイティブなので、基本的にね。イタリア系の人の家に行くとかそういうのもあるかもしれないんですけれども、基本的にネイティブの人が、ホームステイのオーナーなので、なんならそのシェアハウスするよりも、言葉の使い方とかはもちろんネイティブなんです。シェアハウスだと
他国から来た、英語を留学勉強しに来た、生徒さんと一緒に住むことになるので、英語のレベルとしてはもちろんネイティブの方が上になります。まあもちろんシェアハウスにはシェアハウスのいいところがあるので、別にこれがどちらが悪いとかそういうわけではないんですけれども、僕が言いたいのは、家探しはとにかくめちゃくちゃ難しいので、できれば、ホームステイをしてしっかりと、家探しができる期間を確保してほしいっていうのを言いたいです。で、ここからね、やっぱり、今でもすごいどんどんバケーションで海外から人が来てて、どんどん家が、少なくなってます。で、僕が来た当初、ここでももう家の状態はかなり飽和した状態だったんですよね。それこそ、ホームステイでさえも、もう入れ替わりが激しくて、空いたらすぐその人が出ていった当日に次の人が来るっていうぐらい目まぐるしい、家探しのもう戦争状態なので、できれば、最初、それこそやっぱり1、2、3ヶ月目って留学で一番大変な時期だと思うんですよ。そんな状況でね、もちろんやっぱり英語力もやっぱり低い状態ですし、その状態で家探しとか、するのはすごい精神的にも辛いし、焦ったりもすると思うので、できれば最初の3ヶ月は、何度も言いますが、ホームステイを選ぶようにしてください。で、家探しも日本のように簡単ではなくて、内見って言って、その家の場所まで行って、でそこで同じ日にね、なんか10人とか20人ぐらいが一気にその一つの部屋にですよ。一つの部屋に20人が集まるんですよ。でそこで競争みたいな。いかに誰が早くとか早い者勝ちだったり、そのなんか交渉力であったりね。で日本人ってそういう場面で不利だと思うんですよ。やっぱり日本の方って、これは偏見ですけども、他国の方より英語が喋れなくて来る人がもちろん多いので、勉強しに来てるわけですから、そういう人たちに勝っていかないといけないわけですから、やっぱり、時間がかかると思っといた方がいいです。で、めちゃくちゃ難しいので、他のアイルランド系の動画上げてる方もこの家探しについてはめちゃくちゃ厳しいものがあるっていう風におっしゃられてますが、本当にその通りです。で、僕の学校の、日本人の友達、海外の友達、これはもう差がない状態で、もうめちゃくちゃ英語が喋れる子でも、家が見つからないっていうもので非常に多いので、できれば、ホームステイを、取るように僕はお勧めしたいなというふうに思います。で、ちょっと長々となってしまうんですけども、さっきも言いましたように、緊急でね、そのホームステイを伸ばしてしまうと、高額なお金が取られます。それだと、非常にもったいないので、そのお金を他の経験に回せるので、だから、1年留学するって方だったら最初の3ヶ月、もしくは6ヶ月ぐらいしても僕はいいと思います。なので、留学期間長いわけですから、しっかりと、ごめんなさい、時間をね、家探しをする時間を持ってからこっちに来るようにしてみてください。で、もう一個重要なことは、そんなに値段変わらないです。ホームステイの値段と、家探しの値段。なんならその家探しの内見とか行ってるバス代とか含めたら本当に家探しの方が高くなってしまうぐらい、家探しっていうのもお金かかりますし、家賃ももちろん高いですので、それこそね、やっぱり飽和してきてる状態でどんどん家賃の競争もどんどん値上がってる状態なので、できればゆとりを持って来るようにしてみてください。はい、ということで、本日は家探しとホームステイ、この違いと、騙されないようにっていうわけじゃないですけどね、これ、実際、企業さん、留学会社の方も把握してないことが多いので、これはやっぱり現地の声の方が圧倒的に、効果的だと思うので、これは緊急で動画作らせてもらいました。留学生活、楽しむためにもですね、焦らずにしっかりと企業さんとも相談して、できればホームステイで、ゆっくりと、時間をかけて次の家を探せるぐらいの、余裕を持ってこちらに来るようにしてください。それでは、皆様が、アイルランドでの楽しい留学生活を送れるように、僕からも祈っております。ということで、本日の動画はこれぐらいで終わろうかなというふうに思います。次回の動画はですね、来週の土曜日は、インタビューをしっかり上げようかなというふうに思います。で、今週は平日にあと1本か2本出せればいいかなと思っておりますので、そちらの動画もぜひ見ていただければいいかなというふうに思います。はい、ということで本日の動画はこれぐらいで終わろうかなというふうに思います。See you later! バイバーイ